いきましょう。はい。RC 統合。こんにちは。ラジコンどうもです。はい。リスのおじさんですね。はい。こんにちは。ここ最近桜の D5 のことで、いろいろちょっとやっていただいてるんですけれども。そうですね。で、前回までのね、動画とか見てもらうと分かるんですけども、いろいろ細かいところをいじってって、かなりいい感じになってきたんですよね。こちらのマシンなんですけれども。でね、ちょっと相談がありまして、何でしょう。確かにスムーズには走るんですけれども、やっぱり RR なんで、まあリアがちょっと振られ気味だと思うんですよ。乗っててもなんとなく振られるなっていう感じがあるんで、それを少し解消したいなっていうふうに思ってるんですよ。そうですね、はい。その方がより乗りやすい車になるかなと思います。素人考えなんですけれども、ポルシェとか見ると昔のポルシェターボとかって RR で結構リアが広いじゃないですか。だからもしかしてそっちじゃねえみたいな。まあ後ろを広げればね、安定感は出るかもしれないんで。そうですよね。確かに。ですのでね、リスのおじさんのちょっとまたアドバイスをいただきながらちょっとまたマシンの方をね改良したいと思いますので、はい。ちょっとしたことですけどね、やってみて、まあ変化があればいいかなと思いますので、よろしくお願いします。いろんな人からね、もっと金かけろって言われるんですけどね。ねえ、まあそれはそれで、そうですね。そのメカ類に関してはまあサーバーなんだかんだっていうのはお金かかってるんですけども、シャーシにかかってる部品とかっていうのは今のところ前回のスペーサー2枚ぐらいだもんね。そうですね。なんで今回もちょっとそれ系で、そう貧乏チューンって言ったらいいかな。経済的なチューニングっていう風でね、お願いしたいと思ってますんで、まあ大掛かりなことはせずにね、そうですね、ちょっとしたセットの変化で、まあ変化をちょっと楽しんでもらおうかな。そうだね。素性は結構いいんでね。元はすごくよく走る車なんで。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。お姉様お帰りですか。ありがとうね。こちらこそありがとうございます。まただいぶできたもんね。もっと練習する。ありがとう。いやこれからもうあとは合わせの練習じゃんじゃんすれば。いきますか。いきましょう。いきますか。もう本当にこの部分ですね。ここ外し。ここの部分ですね。この部分ですね。はい、これを外しましょう。で、ここにまあスペーサーを入れる。黒い方ですね。これを入れます。はい。もう結構短いな。ネジ？どれ？なんね。本当だ、短いね結構。結構短い。はい、スペーサーを入れて。で、まあ3ミリぐらいはかかると思うんで大丈夫やと思います。今こんだけです。こんだけですか。じゃあちょっとこっち側も外してみてどのぐらい違うかっていうのを見てもいい？これがつけてない。こっちはつけてるって。ごめんなさい。こっちがつけて、こっちがつけてない。パームの角度が違うの。角度がちょっとだけね。ちょっと持ち上がります。持ち上がってますよね。はい、了解です。はい。で、もう黒い方のカラーは終わりです。なるほど。で、まああとはさっき話してた、まあちょっとリアの安定感をね出すのに、まあさっきの青いやつ、これをホイールスペーサーね。スペーサーですね。1ミリを入れて、まあこんな感じで入れてもらって、まああとホイール。反対側にも入れちゃう。入れちゃう。はい。反対側もこういう感じでホイールスペーサー入れて、リアのトレッドを少し広げますというふうですよね。はい。で、まああとは本当に。よっと。本当これお手軽ですね。お手軽ですね。もう。キャンバーも見直す？確認します。キャンバーというかまあリアタイヤの設置状態は確認します。はい。キャンバー何度ぐらいにしてきます？キャンバーですね。もともとは
そんなに立ててないので、はまあちょっとつける？ちょっとつけてもいいかなと思いますね。ほいはい、とりあえずできて、はい、できました。できました。でまあ一応ごめんなさい。はい、大丈夫です。前キャンバー1度つけたんですけども、何度ぐらいがいいですかね。リード止めようと思ったらもう少しつけた方がいいかな。そうですね、これだと立って立てなんで、この間1度ならまあ2度2度、ほいほいほい。2度でやってみますか。はい、わかりました。こんなもん2度今ね、2度、2度2度、お、バッチリ。 5回回して2度でした。5回回して2度。はい、2度はいできました。はい、完成でじゃあまあす。完成です。なんか速攻できましたね。はいじゃあもう走りましょう。はい、走りますか。じゃあまずはじゃあ完成しましたね。完成です。完成しました。ありがとうございます。じゃあ走っちゃいましょう。はい。スイッチね、ここだったっけな。あ、プルプルンっていった。ジャイロが。はい。オッケー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 。リスのおじさんにとりあえず走ってもらいます。走ります。お願いします。あ、それうまいっすね。旋回はやっぱ楽になったかな。楽になった？こういうところです。ああ。こういうところでこうパキンと振っても、そのまま踏ん張ってポンといけるのがやりやすくはなったと思うんですね。おー、逆にマイナス点とかもある？マイナスにちょっと縦っていうか立ち上がりが遅くなった？優しくなっちゃったかな。まあリア広げやどうしてもっていうところだよね。こういうとこがすごい乗りやすい。ああ、なるほなので外へ普通に振ってっても、そのままのこういう旋回が得意になったかど。な。なんかこういうところであまりパタパタしなくてもそのまま旋回して、はいはいはい。まあこう飛ばすことも、まあちょっとなるほど。このパキッと打った後の安定感は出たと思います。なるほどなるほど。じゃあちょっと僕もちょっと乗りたいんで、はい、ちょっと乗ってみてください。撮ってもらっていいですか？いいですよ。これコーナーリングかなり変わりましたね。コーナーの旋回の、力
方はかなり変わると思う。幅が広くなりましたね。前だとスムーズなんだけどピンポイントって感じでしたもんね。今回のこれは割とラインの自由度は高いと思いますね、これいいですね。はい。もうああやって振ってった後がめちゃくちゃ楽ですよ今。振りもね結構パキッとやっても大丈夫だと大丈夫ですね。思います。あ、これいいわ。さあ、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ走ってる時にね、まあある程度コメントとか出たんですけども、そうですね。はい。どうですか。まず変わったところっていうと、やっぱり今までよりもコーナー入る前にパンと振っても割とその姿勢維持しながらぬるーっと回ってってくれる、この安定感っていうのは出ると思います。ですよね。はい。で、まあもう一つあるのはまあその分ちょっと若干ほんの少しですけど、まあ、縦がね、少し優しくなっちゃった、なるほどね。僕も乗ってみて結構乱暴に振っても前だとある一定の視線でなんていうかな、もう戻さなあかんっていうのがあったんだけど、今回の場合は結構乱暴に振り回してもそのまま維持してくれるんで、結構かなり乗りやすくなったなっていうそうですね。もともと立ち上がり加速はあるんで、その分ちょっとリアを広げてキャンバーつけて、そのアッパーアームも上げたことによってリアを安定させて、まあもうちょっとコントロールしやすくなったって感じかな。そうですね。コントロール性っていうのはトータルでは上がったと思います。そうですよね。いやー、ありがとうございました。めちゃくちゃ良くなりました。たったホイールスペースは2枚とカラー2枚でこんだけ変わりますマシンっていうのは。結構足回りのね調整って結構変わるんで、そうですよね。これだけでも結構いろんなパターンがあるので、例えばまあ今の状態からもう少し縦が欲しいなと思ったら、まあキャンバーもう少し起こしてみるとか。なるほどなるほど。たった1度か2度ですけど、結構変わりますので。そうだね。ぜひお試しください。わかりました。貴重な技術アドバイザーなんで、リストおじさん。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。どうも。